こを駐輪場にしたいという、これを建てることによって盗難防止で金ネギで据えていきます。でも昔は手練りだもんね。あ、これはね、もう作っちゃった。ちょっとね、雨とか状態で、雨の中でも多少できることで、もうちょっと作っちゃいました。デッキの部分はこれで終了で、今度は道路側の方のスペースをちょっと整備しなきゃいけないんで、今度はそっちの方に取り掛かります。はい。ですね、裏の方デッキやってみまして、もう一つお客さんの方でここのスペース、どうしても自転車3台ありまして、できればここをもっと実用的なスペースにしたいと、駐輪場にしたいということなんで、狭いんで、やっぱし今度は通りに面してるんで、いろんな盗難とかそんな面があるんで、あとそういうことを防ぐようなものも取り付けつつリメイクしていきます。まず最初、これ移植し全部植物ちっちゃくして鉢に植える。これを土を一回全部出しちゃいます。で、基礎を電圧して、それで乱張り張っていきます。どうですか？これ一応ですね、飾りとこれを立てることによって自転車をチェーンでこう盗難防止で、自転車が倒れないこともちょっと考慮に入れて、どうしても道路沿いなんで狭くて、でちょっと学生さんも通ったりするので。
下地基礎採石全部引いて電圧しましたから、で次は頑張り貼っていっちゃいます。いつものちょっと明るい色、ピンクと、黄色、イエローという形で、ちょっと明るくね、こういうのがいいのかなと思って混ぜて、で目地をちょっと多めに開けて石を、そうです、白い石を入れます。はい。ちょっと天候の具合で雨突然ちょっと降るんで、一応空練りで据えていきます。だから水入れないで砂とセメン開けて、で練って水が当たれば固まっちゃうんで、はい、問題ないですね。まあ逆に雨で結構水がなる可能性もある。ちょっとね、今のところ場所場所で全然雨量が違うんで、そっちのいいかな。でも昔はミキサー手練りだもんね。手でこうミキサーでも昔は基本的にはこう手で混ぜるだけです。そうだね。これは普通だったんです。練ってね、やるよりは。考え方で、例えばここ駐輪だけでたら下の話多少なんかっていういいと思う人がそれがまた味わいになるし、全然逆にそれがいい表現で出る場合もあるしね。まあ水平よりこれ水勾配こっちに。そうシャワーでずーっと、そうすると翌日カチカチになって、乗るには平気だね。であとこれ動くのはネジで連結しちゃう。あと2シーズン、これはもうそれほど石の合間をこうピシッとやった見方じゃないんで、極端にこうやったりとか、もうナチの白玉っていう石を埋め込んでいっちゃいます。それも柄になるんで、ここは全部自転車置き場になるんで、お庭なんかのアプローチなんかの時はちょっと巻いたとか、そこはグリーンを入れるとまた感じが雰囲気が違ってくるんで、まあそれで一応仕上げになります。はい。
頑張りが終わったんで、ここにちょっとアクセントで花台作ります。まあマスがあるんですけど、ちょっとシートを引いてその上に作りますから、すいません、掃除するときは動かしてという形でここに。これからちょっとこれのチェーンを取り付けて、飾り的な意味合いとチェーンがあれば自転車に引っ掛けられるんで、一応チェーンをこういう形で取り付けます。これはプランターで、これもクリスマスローズはここにあったやつを植え替えて、一応これで終わりです。これで完成です。一応これで完成いたしました。はい。そうですね。そうだよね。やっぱり向こうもそうですけど、整備すれば広く感じる。色合い的にもちょっと明るく。そうですね。で、ここをつけるのと、あとこれも結構重いんですよ。こういう形でここで鎖を。通せれば、これ自体がもう20キロぐらいあるんで、そう、最初はポール自体をこうやったんですけど、結構ご主人と話して防犯的にも柵やった方がこういうところにハンギングをまたご主人やりたいけど、いう演出をしたいという風貌もありましたので、前通路の方に据え直しました。全部これで終わりました。はい、植物だけの、お庭になってたからね、土地をフルに利用して、植物ってどんなとこでも植えられるんで、そういう土地の活用のものはいいんじゃないかなと思います。これで、表と裏、いろいろ日程がしちゃったんですけど、どうにかガーデンリメイクがこれで一応完了です。ありがとうございました。